で、あやさん自身は今注射打つか打たないかは皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。今日ははい、前回あやさんに不思議な手紙が届きましたっていう動画撮らせてもらったんですけど、それにコメントめっちゃ来たんです。いつも書き込んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。もうね、せっかくなのでちょっと統計取りました。で、あやさん自身は今注射打つか打たないかは打ちません。打ちませんっどの打ちません。ていう方向でちょっと考えてるんです。だけど視聴者の皆さんはこういう考えもありますっていうのをあやさんに一回聞いてもらおうと思って、まずね、打つ予定です、もうすでに打っていますっていう方 60% の方です。じゃああと 40% は違う違う違う打たないっていう方 14% で、回答を書かなかった方、別のことでコメント書いた方が 11%。 でもその中の半分の方がまだ注射を受けてくださいっていう紙が届いてないっていう方がいらっしゃいます。あと悩み中っていう方、前回のあやさんの状態ね、方が 11%。 あと逆に私は持病で打てませんっていう方もいました。お医者さんからあなたは打たないでくださいって、逆に打つ方が命に関わりますっていう方ねもいらっしゃいました。それ聞くとちょっと意外に打ってるなっていう感じがしますよね。それぞれの意見聞いてみました。打った方、打つ予定の方の意見です。そのまま待つと重症化が怖い、もう本当に呼吸器つけて病院から出れない状況とかねが怖いから打ちます。あと周りの人が打っているので打ちます、持病が別にあるので怖いので打ちますっていう方いらっしゃいました。じゃあ逆に打たないとか悩み中って言われた方、どんなことでやめたのか悩んでいるのかっていうと、副反応が怖い。これあやさんもそうやね。そう。今後の保証がないから怖い。これね、予防接種っていうのは何年もかけて国が認証して OK だよって言って打つんだけど、今回のめっちゃ早かったよね。なので1年後2年後3年後4年後10年後っていう自分の体に与える影響が本当にないのかっていう保証がないんですよね。なので怖くて打てないっていう方、あと国産を待ちたい。今のワクチンっていうのは海外なんだよね、主にね。なので国が作ったものであるのを待ちたいという声もありました。アルコールアレルギーの方とか、あとそれ以外のアレルギーの方がね、それが怖いから受けるのを悩んでますっていう方います。これを聞いてもう皆さん同じこと考えてるなと思いながら見てたんですけど、あやさん副反応が怖いと言いました。あなたが聞いた情報ではどんな副反応があるって言ってました？腕が痛くなる、微熱が出るくらい。はい、そうなんですよね。それ代表的なやつです。副反応で言われているのが頭痛、あと体がだるいっていうのと熱、あと腕がもう上がらないとか痛いとか腫れるとかかゆいとかいうのがあるそうです。1回目の注射から反応が出る人がいれば、逆に2回目だけ、もっと言えば2回目がひどいっていう方もいらっしゃいます。ただ逆になんともなかったよっていう人もいます。回答の中にもいました。じゃあ実際に注射を2回も打った人が家族にいます。会場はあやさん見に行ったことあるんだよね。ある。こんな風に椅子が並んでたんだっていうのは見てたけど、実際どういう風にやったかっていうのは現場の人じゃないと分かんないので聞きましょう。パパどうでした？いきなり振るんですか？まず行ったらまず行ったらもうそこでこの今日受ける人かどうかまず確認して、検温、体温測るの？したらそのまま椅子に座って待機してくださいっつって待つのね。持ってきた書類の確認、保健センターの人の問診で、その次は先生の診察
まあ流れ作業でね、その次のパーテーションに入って、そしたらもうあと打つだけと、1回目も2回目も左側を打つ。これさ普通にさママ疑問に思ったんだけど、ちっちゃい子の注射って1回目右で打ったら左って、前回左だったら次右ねとかって言われるんだけど、パパ2回とも左で打ってたそうです。でなんでって聞いたのね。そしたら副反応で痛いっていう人がおって、で筋肉痛関係で右手が痛くなるか左手が痛くなるかっつったら、利き手じゃない方が痛くなった方が生活には不憫じゃないので、そう利き手じゃない方。針は刺しても全然痛くなかった。結構刺すって聞いたけど。そうですけど、そのインフルエンザの予防接種とかと普通の血液抜く注射の針よりはなんか細いみたいで、全然感触ないよ。肉がつくって肝心かと違う思った。あーそうなんだ。それぐらいは分かるわ。痛みも全くなくって、でその後打ち終わりましたって手続き、待機時間がそれぞれ決められとって、15分なのか30分待機なのかって出るので、それに合わせてなんだね。であとはぼーっと座っとるだけ。だからあっという間で行ってすぐ打って30分も経たず帰ってきたよねうん、だってもう流れ作業だもん。っていうことでした。ここからは今の現状の話なんだけど、やっぱりコメントにもあったけど地域格差がすごいみたいで、もうあるところは12歳までの子みんな打ちましたよとかいうところもあったり、逆にまだ手紙が届いてませんっていうところもあります。2つ目、海外では3回目の接種が始まりそうです。今日ニュースでやっとったよね。アメリカの方で何ヶ月空いた人は打ってくださいみたいな。3つ目、日本ではとんでもない人がいるらしいです。とんでもない。あやさん、なんかニュースで4回打ったおじいちゃんかおばあちゃんかいるって話聞いたよね。ああ余分に打った人。なんかそのニュースがあってから2回もね注射打ったんだけど、接種券なくしましたって言って届け出をして3回目打とうとする人が何人も出たそうです。確かに3回打てばさらに免疫があるみたいな報告がされてるっていうのを聞いたことあるんですけど、まだ1回も打ってない人がいるっていうところで、そういうことをするっていう人が日本にはいるそうです。役所の人もすごい困ってるって言ってました。これもニュースで聞いたことないかな。ワクチンを打つとこういう特典が受けられますよとか、ああここで飲んでもいいですよみたいな、まあ、それが実際行われたかどうかは分かんないけど、それを聞くとなんか注射を打つと特典が受けられるんだって言って、受けないとっていう気持ちになる人とかね。本当のこの注射っていうのは任意なんだよね。受けても受けなくてもいいんだけど、その一方的に打った人に特典があるっていうものがあるのもおかしいと思うし、逆に今コメントでももらってるんだけど、打ちたいけど持病があって打てないっていう人もいるじゃん。不公平感がすごいあったりするよね。まあ、これは誤報っていう話なんですけど、体にそれが蓄積されて臓器に異常が出ると。で特に若い女の子は打たない方がいいと。今後子供が産めなくなるかもしれない、誤報。っていうデマニュースが流れたの。でコメント欄にもそうやってデマニュースを書いたらその人は信じてるみたいだったんですけど、そういうのもあります。それはもう完全に否定されてるんですけど、そういうのがもうわけわからん情報がね入ってきたりとか、ママも自分で打つ分にはいいんだけど、あやさんが打つのに不安だなと思っていろんな人に話聞きました。まあ、お医者さんとか保健センターの人に聞いたんですけど、 A というお医者さんは自分は打ちますが子供には打たせません、もう少し待ちますと。他のいろんな人が打って子供の様子とかを聞いてから打たせますっていうお医者さん。 B というお医者さんは、ワクチンが完全なる安全なものとして考えた場合に、重症化するのと副反応でえらい思いをするのと天秤にかけると打った方がいいのではないかっていうふうにお話してました。最後保健センターの方なんですけど、保健センターの方もちろんママよりか上の世代の方なんですけど、お子さんが2人いるそうです。上の子はもう本当に18歳の子、下の子は中学生の子らしいんですけど、上の子はもう自分で打ちますと言ったので打ってもらいますが、下の中学校の子はまだ悩んでるそうです。やっぱりね、あやさんみたいに副反応とかを気にされてるみたいです。お母さん的にもやっぱり強要することはできないので
様子見ますと言ってました。これがママが聞いてきた話なんですけど、あと気になることあったんですよ。もし今の状態で私打ちませんって言って、で数ヶ月後にやっぱり打ちたいって思った時に打てるのかどうかって心配にならない？はがき来たのにさ、その時ダメって言われてもう一生ダメだったら嫌じゃんね。聞いたら後でやっぱり打ちますって言えば打てるそうです。封筒とかに書いてある電話番号にかければ OK らしいです。ただね、いつまでかわかんないので、政府のそういうホームページを見るか町の情報誌を見てくださいと言われました。今回の注射っていうのは今無償化ですけど、今後有料化になる可能性もあります。なぜかというと、この注射自身は任意であって強制ではないからです。インフルエンザと同じ扱いになるらしいです。さあ、ここまで聞いてあやさんどうですか？注射打ちません。打ちません。はいね、実際問題ね、あやさんの同級生に何人か聞いたんですよ。注射を待つ人もいるそうです。うちはいいのに。打ちません。なんでこればっかりね、本人の意思なので、ただもしコロナにかかって重症化で苦しくなるのもあなたの選択だし、注射を打って痛くなるのもあなたの選択だし、それを完全にママお任せします。ただママたちが打てって言って打つものではないっていうのは確実に言えるので大丈夫。あなたの選択肢はママたちは責めません。周りの子を打ち始めたらどうする？どうしよう。そこはそこでまた悩んでもらえればいいかなと思います。ちなみに東京とかさ、大阪とかでさ、集団で若者打ってるやつあるじゃん。あれモデルナ製なんだよね。あやさんはファイザー製で一応打てるっていう予定ではいます。今ママが伝えた情報も皆さんの意見の統計だったりとか、その各ホームページを見たりとかして言ってるんですけど、噂伝いだと間違った情報といい情報があるので、これ本当詳しくは見てほしいんだよね。ホームページとかね、必ず正しい情報書いてあるところはあるので、しっかり見てもらいたいなと思いました。はい。皆さんは今回の動画を見てどう感じられたか、またコメントいただけたらなと思います。はい。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。はい、挨拶。皆さんこんにちは。あやチャンネルのはやです。今日はちょっと髪の毛伸びてきたね。はい。なんか頭のてっぺんが角っぽくなってる。そこ切らなあかんね。はい。まあ切りましょう。はい、今日ははやに情報だけで話終わったね。長いじゃん。